どうも、さきらぼです。今回はですね、こちら、2021年末に発表された Xiaomi の最新スマートウォッチ、Xiaomi Watch S1 を入手したのでレビューしたいと思います。本体ケースにサージカルステンレス、ディスプレイにはサファイアガラスを採用し、これまでの Xiaomi スマートウォッチのスポーツ路線とは一線を画する高級志向のスマートウォッチです。グローバル版の期待値も上がっている Xiaomi Watch S1 ですが、質感など細かくご紹介していこうと思います。では早速見ていきましょう。ざっと Xiaomi Watch S1 の特徴をまとめました。基本的には内部 OS や仕様は先んじて発売された Xiaomi Watch Color 2と同様ですが、最大の特徴はやはり高級感の高さでしょう。耐摩耗性が高く、透明度の高いサファイアガラスを採用し、サージカルステン採用のミドルケースになっています。ワイヤレス充電もサポートし、最大12日間のバッテリー寿命、Bluetooth 通話、サードパーティーアプリにも対応しています。まずは一番の特徴である本体デザインを見ていきましょう。高級感のあるボックスに鎮座しており、実際に手に取った瞬間に確かな質感が伝わります。その他の Xiaomi スマートウォッチとは一線を画するハイエンドスマートウォッチだというのがこの時点でわかりますね。ずっしりと伝わる重さは期待値が爆上がりするはずです。本体のステンフレームの処理が本当に美しく、クロームの強い輝きがいかにも高級感を演出しています。実際にその見た目に負けない確かな質感を持っていますね。よく見ると流線形で有機的なライン取りがされており、それぞれが細かく研磨されています。遠目では気づきませんが、こだわりのある処理だと感じますね。かなりコスト高いんじゃないでしょうかね。ベルトラグは一体型になっており、特徴のあるケースデザインです。純正のベルトも 24mm から 22mm とエンドが段落ちした独自のベルトですね。全体的にラインが美しくなるように設計されています。今回私が購入したのはブラウンのカーフレザーストラップモデルです。公式には高品質カーフレザーと謳っていますが、正直なことを言うとそこまでですね。ベルト専門のブランド品とかと比べるとよくあるレベルのカーフストラップかなと私は感じました。ベルトに関してはちょっと辛口めですね。柔らかくしなやかではありますが、高級感を前面に出すのであればもう少し厚い方が良かったかなというふうに思いますね。ちなみに現時点では発売されていませんが、フルオロエラストマーのシリコンバンドタイプもあるようです。フルオロエラストマーバンドはそもそもが厚み重みがあるので、多分全体的な質感の高さはそちらのモデルの方が良いんじゃないかなというふうに感じますね。レザーモデルが必ずしも質感が高いということではないです。最大の特徴であるサファイアガラスのディスプレイです。 1.43 インチのアモレットディスプレイは縦横466ピクセルと解像度は Xiaomi Watch Color 2と変わりありませんが、全体的な質感の高さはサファイアガラスによるところが大きそうです。やはり普通の有機ガラスと違って透明感のある輝きや独特の質感がありますね。バックケースは従来通りプラスチック素材です。ここもステンレスやセラミックを採用すれば最高だったのになと思いますけどね。逆に重たくなりすぎるでしょうか。Xiaomi Watch S1 の特徴としてはワイヤレス充電器に対応したことです。なので背面には LED センサー以外に充電接点などはありません。充電器はケーブルと台座がセパレートタイプのものです。複数スマートウォッチを所有していると充電ケーブルの管理が本当に煩わしいんですよね。このタイプであれば台座に挿すだけで良いのでケーブルがごちゃつかないんで、スマートウォッチは全てこのセパレートタイプにしてほしいですね。はい、こんな感じで充電することができます。で、ちなみに専用充電器でなくても無線充電器であれば充電が可能です。はい、というわけで実際に着用するとこんな感じです。腕周り16センチです。正直かなり満足度が高いですね。いい買い物をしたなぁと惚れ惚れします。で、これはよく言われてるんですが、ファーウェイウォッチ GT2 Pro にも似ていますね。これは写真などで見るとそう思うかもしれませんが、ラグ部分の一体デザインだったり、ベゼルのインデックスデザインだったりなどがかなり似ていると思います。ただ、ステンケースの研磨加工が本当に細かく、仕上げもクロームなんで、実物を目で見る印象は思ったより違いがあると感じますね。今期同様にクラシックテイストのスマートウォッチとしてファーウェイウォッチ GT3 と並べるとこんな感じです。はい。似たようなテイストですが、正直手に持った時の瞬間の質感の高さとかは Xiaomi Watch S1 の方が高いと感じます。サファイアガラスによるところが大きいと思いますね。Xiaomi Watch S1 の高級感の高さは期待を裏切らないです。
高級感のある本体に合わせて Xiaomi Watch S1 では独自のウォッチフェイスが多数新規追加されていました。いずれも本体デザインに合わせたクラシックテイストのウォッチフェイスですね。似たデザインも多いですが、本体のデザインに合わせたウォッチフェイスをここまで新規追加しているあたり、Xiaomi Watch S1 に対してのこだわりの強さを感じますね。いくつか個人的に気に入ったものを見ていきましょう。全体的に黒系統のこういった感じのデザインが多いですね。こんな感じの三眼デザインですね。ムーンフェーズがついていて、よりクラシックな印象のものが結構多いです。ムーンフェーズの白バージョンですね。こうやって見ると結構ベゼルはありますね。色違いパターンです。こういった青っぽい感じですかね。やっぱここにもムーンフェーズがついています。これに関しては多分ファーウェイウォッチ GT2 Pro のやつですかね。ちょっとそれをイメージしてるやつだと思います。ちょっとテイストが変わってきますけども、ここに Xiaomi のロゴがついててちょっとかっこいいですね、これ。意外と本体デザインが高級感があるんで、こういったゴテゴテしい感じのやつも結構似合ったりします。カラー2にも収録されていたウォッチフェイスです。こういった感じのも結構似合ったりします。こういったシンプルな感じですかね。ちょっとさすがにここまで来るとゴテゴテしい感じがしますね。添付が動いてて楽しいんですけども、ちょっとやりすぎな感じはしますね。意外とこういったデジタル表示のウォッチフェイスも結構似合うんですよね。一点残念なのはモーションフェイスが新規追加で一つのみでした。しかも意味不明なデザインです。せっかく 60fps の描画レートを謳っているならば、モーションフェイスの拡充をもう少し手を入れてほしかったですね。クラシックテイストのフェイスが多数追加されているのは大歓迎なんですが、モーションフェイスももう少し力を入れてほしかったですね。屋外での視認性についてです。Amazfit GTR3 シリーズが1000ニッツという高輝度のディスプレイを採用するなど、今期は各メーカーが屋外での視認性を重視し、輝度の高いディスプレイを採用するのも珍しくありません。Xiaomi Watch S1 はというと、ちょっと残念な結果になりました。日の当たる日中で見るとこんな感じですね。これはディスプレイの輝度というよりもサファイアガラスの反射が強いから起こるように感じます。少し車線をずらせばこれぐらいの輝度は確保しています。ディスプレイとしては昨今基準の輝度の高いものを採用していますが、サファイアガラスの反射で見づらいっていう感じですかね。Xiaomi Watch S1 は基本的に Xiaomi Watch カラーのデザイン違いなので、内部の UI や動作感には全く違いがありません。ハード的な差もないと言っていいでしょう。ちなみに Xiaomi Watch S1 は今のところ中国版しかありませんので、 UI 言語を含めて中国語しか存在しません。カードウィジェットも同様ですね。私のカラー2は日本語化してしまっています。ここまで同じであれば、もしかしたら Xiaomi Watch S1 も多言語化できたりするんですかね。ブログの方でこの Xiaomi Watch カラー2の日本語化について書いておりますので、気になる方はチェックしてみてください。Xiaomi Watch S1 は日本語通知にしっかり対応しています。中国版といえど通知さえしっかり読めればスマートウォッチとしてはある程度使えますね。絵文字なども基本的なものは対応しており、 LINE なども見やすいと思います。一点細かいですが、通知アイコンに LINE など独自のものは表示されていないですね。これは結構気にする方も多いかと思います。心拍数、SpO2、睡眠、ストレスの4点自動測定に関しては、昨今のスマートウォッチではほぼ基本機能と言っていいので、特筆する部分はないと思います。一点、SpO2 の測定仕様に関しては、バッテリー持ちも考慮し、各社様々な対応をしていますが、Xiaomi Watch S1 に関しては、終日か睡眠時のみかのどちらかを設定することができます。基本的に睡眠時の需要が大きいと思いますね。一方で自分の残りの体力を疑似的に HP 表示してくれるエネルギー機能については今回もオミットされています。私個人的には不必要な機能なんで良いんですが、いただいたコメントなどを見ているとエネルギー機能の需要は高いみたいですね。エネルギー機能追加アプリで対応してくれないですかね。ワークアウトは117種類より選択することができます。ただぶっちゃけてもうワークアウトの種類ってスマートウォッチをレビューする際に必要ですかねと私は個人的に感じています。例えばスケートボードなどの種目って別に特殊なカウントを出してくれるわけでもなく、アプリ上で種目として記録するだけなんですよね。なので最近ワークアウトの数はあまりプッシュすることでもないのかなと個人的には思ってますが、どうでしょうか。個人的にはウォーキング、サイクリング、ジョギング、この3つがあれば良いかなって感じですかね。お次は GPS についてです。Xiaomi Watch S1 の採用する高感度 GPS チップでは GPS、北斗、クロナス、ガリレオ、導きと5つの主要な衛星測位システムの同時測位をサポートしています。Xiaomi Watch Color 2では GPS 精度は非常に良いという結果になりましたが、本体材質がメタルを採用している Xiaomi Watch S1 ではどうでしょうか。
一般的に金属筐体である場合は GPS 測位が弱まるとも言われていますが、実際はどうでしょうか。前回と同じルートをウォーキングで使用してみました。Xiaomi Watch S1 の方がプロットは綺麗に出ていますね。まあこの辺は天候などにも左右される部分で誤差レベルかなと思います。それよりもメタル材質でありながら精度が良いと判断した Xiaomi Watch Color 2と同等かそれ以上の精度を持っていますね。今回のルートは高い建物が多いごちゃついた道なので、サイクリングなどの開けた道であれば高い精度でプロットしてくれるのではないでしょうか。メタル材質だけど GPS 精度は非常に高いと言えると思います。Xiaomi Watch S1 は Bluetooth レシーバーとして電話に出ることができます。あらかじめアプリ側の通話設定とスマホの Bluetooth で通話を許可している必要がありますね。スマートフォンで取らずとも時計側で通話することが可能です。一点私ずっと勘違いしていたんですが、Bluetooth 通話に Bluetooth イヤホンを使うことは無理なんですね。Xiaomi Watch Color 2ではそれをバグとして紹介してしまっていました。通話は本体スピーカーのみですね。訂正いたします。昨今の通話対応スマートウォッチのほとんどが時計からの発信に対応しているのとアドレス帳機能を持っているのに対して Xiaomi Watch S1 ではどちらも非対応です。この仕様は Xiaomi Watch S1 独特な部分なので注意したいですね。時計からの発信が目的な人は非対応なので注意しましょう。ただし折り返すことは可能です。時計からの発信は非対応ですが、あらかじめアプリ側にて緊急連絡先を1件だけ登録することが可能で、本体の下ボタンこちらを素早く3回連続でプッシュすると発信することができます。はい、こんな感じです。なので緊急と言わずよく使用する番号として使うこともできなくはないですが、基本的に災害などに備えて設定しておくべきものだと思います。余談ですが、最近私人知れず倒れているご老人を発見し介抱した経験があります。人通りの少ない道で見つけたため、もし気がつかなかったらと思うとちょっとゾッとしますよね。あとそれがもし自分だったらばと思うと、こういった緊急 SOS 機能もちゃんと設定しておくべきだなというふうに感じました。その他のメーカーが当たり前に対応しているので混同しますが、Xiaomi Watch シリーズは今のところ本体への音楽ストレージ機能に対応していません。なので時計単体での音楽再生には非対応です。この辺はややこしいですね。口述しますが、独自のアプリ機能において保管されているようですが、中国国内向けサービスになるので日本国内ではあまり意味がありません。アプリストアについてです。今期スマートウォッチメーカーがこぞって対応した追加のアプリストアに関してですが、基本的にまだまだベンダーが揃ってはいませんね。ただXiaomiに関しては中国国内の大手サービスのアプリをうまく取り入れているように感じます。例えばバイドゥ地図や高徳地図といった日本のいうところの Google マップや Yahoo マップに当たるものだったり、チャイナトラベルやネットイースミュージックなど目玉となるアプリが増えてきています。この辺はさすがに高度な IT 化に対応している中国ならではのスピード感ですね。もちろんこれらは日本国内では何の意味もないアプリですので、引き続きアプリストアにあまり意味はありません。まともに使えるのは電卓ぐらいでしょうか。一点地味にハマったのがこちらの数字パズルゲーム。どこでやるかは不明ですけども、地味に面白いと思います。アプリストア機能については基本的にどのメーカーのストアであっても日本国内ではまだまだ始まってもいない感じがします。その他いくつか日本国内では意味を持たない機能があります。まずは音声アシストの Xiao AI です。本来は Xiaomi の IoT 機器などに対応していますが、もちろん中国語なんで使えません。ここはグローバル版が出る際には Alexa に差し替わっているであろう機能ですね。あとは交通カードも中国国内限定です。日本でいうところのパスもスイカあたりですかね。もし中華系スマートウォッチで日本の交通インフラに対応したらばなんていう無双をしますが、未来永劫実現しない未来だと思います。最後はバッテリー持ちについてです。バッテリー持ちについては通常12日間、省エネ仕様で24日間と交渉されています。基本的に Xiaomi Watch Color 2と中身はほとんど変わりませんね。12日間の使用条件としては SPO2 の常時測定とストレスモニタリングがオフな点が大きく、これらをオンにして使用した場合はだいたい1日あたり 15% ほどは消費していきます。基本的に12日間を持たせる使用条件自体が結構きつめに設定されており、私の使用方法なのでは多くても10日ぐらいかなというような感じです。この辺は使用者の設定によるところで、ウォーキングなどのアクティビティを長時間行う人だったりはもう少し多く消費すると思います。はい、というわけで最後にまとめると、サージス10とサファイアガラスによる高級感は本物です。
当初 Xiaomi Watch S1 のリークが出た際にはかなり価格が上がるんじゃないかと予想していたんですが、それをいい意味で裏切る1200元、日本円で約2万1000円という相変わらずの Xiaomi の超低利益率販売でした。正直この価格で買えるクオリティでは絶対にないと思います。またこの Xiaomi Watch S1 に関しては中国以外の認証機関でも確認をされているということで、グローバル版の展開も期待がされています。もし Xiaomi Watch S1 がグローバル版に展開した暁には本当にミニウォッチをはるかに超える大爆発スマッシュヒットスマートウォッチになるのは確実だと思います。ただ個人的にはこの Xiaomi Watch S1 がグローバル展開されるかはかなり懐疑的です。というのも海外で確認されたのは Xiaomi Watch S という名称で、今回の S1 ではありませんでした。Xiaomi の展開を見るに海外向けにはリネームをすると思うので、 Xiaomi Watch S に関してはスポーツやセカンド的な意味合いを込めて Xiaomi Watch Color 2がグローバル版になるのではと私は考えています。または過去の初代 Xiaomi Watch Color と Xiaomi Watch Revolve のように特定の地域にのみ展開するなどの可能性もあると思います。半導体不足なのか中国国内の需要を最優先なのかは分かりませんが、Xiaomi は最上位ラインをグローバル展開しないというパターンが過去にもありましたね。どちらにせよ1月中旬もしくは後半あたりに何かしら動きがあるのではという噂もあります。本心としてはぜひともこのグローバル版で Xiaomi Watch S1 こちらを展開してほしいなっていうのが本心ですね。はい、というわけで今回こちらの方 Xiaomi Watch S1 の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃればチャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上ザキラボでした。ありがとうございました。